スリが多いっていうので有名らしいんですね。警備部隊を見たので乾杯。なんだか少し不気味などうやって回すんでしょうねっていう感じ。いただいてみます。お腹空いてないんだけどな。すごい迫力。ここの重いなっていうのがアテネで一番危険だとされているパルテノ神殿、ありがとうございました。アテネキャップです。20ユーロ。イドロアティコス音楽ルートワンチャンキングってマジで綺麗。これを汚いと捉えるかおしゃれと捉えるかは1ユーロぐらいで全部。皆さん大変です。皆さんおはようございます。今現在私はですね、ギリシャの首都アテネにいます。実は今日の朝ね、5時に起きて10時のフライトでね、1時間半かけてギリシャのここのアテネまで来たっていう感じなんですけど、イスタンブールとギリシャも近いんだけど1時間の時差があるんですね。なんで1時間なんか巻き戻っちゃったみたいな感じで、ちょっとなんか頭がほわほわしてるんですが、でイスタンブール10時ぐらいに寝て、1時間半後の11時半だなって思ってたんだけど、1時間の時差があったから10時半でした。着いたら。で今何時かというと、なんと14時です。はい、何をしてたかというと、私は到着してから到着ロビーで寝てました。今私はね、アテネ国際空港にいるんですね。でアテネ国際空港はアテネの中心地まで1時間弱バスか電車かタクシーで、向かう感じになるんですけど、私はね、迷わずバスにします。なぜかというと安いからです。で今からねちょっとねチケットの買い方とかも含めて一緒に説明していこうと思うんで、ここからギリシャ編スタートしたいと思います。それでは今回ギリシャ編スタートです。で今私はですね、ここのギリシャのアテネ空港のね到着ロビーを出たところにいるんですが、出口がね1から5まであるんだよね。でここの出口が、5番でして、5番の付近にこういう感じで X95 っていうね書いてあるバスがあるんですが、あれがね中心地行きみたいなの。はいはい、今ね買えました。これアテネ空港から出てるエアポートバスのチケットみたいです。これがね私よく機械の使い方が分かんなかったから、あそこのおっちゃんのところで買ったんだけど、5.5 ユーロでした。そう、ああいうのね、スリに気をつけてくださいね。私は今バッグをちょっとフイとやったんですが、あれ危ないんでね、なんかいきなり若者とかがイエーイって聞いてなんかすられるとかって結構あるみたいなんで気をつけてください。あとね今ちょっとねバスの待ち時間で説明しちゃうんですが、ギリシャのね基本情報を、お伝えしますと、ビザはね日本人の方は、2024年現在は90日間はビザなしで滞在できます。でね、国土面積が13万1957平方キロメートルみたいです。で日本の3分の1みたいですよ。で人口が約1004万人。はい、で首都がここのアテネですね。アテネの人口は約300万人いるみたいです。で言語がね、私はギリシャ語だと思ってたんだけど、ちゃんと言うと現代ギリシャ語みたいな感じらしいです。で宗教はギリシャ正教で、時差に関してなんだけど日本の方が7時間進んでるっていうような感じで、通貨はさっきも言ったんですが、ユーロ払いになります。とこんな感じでね、バスがもうそろそろ出発しそうなんで行ってきます。そうバスなんですが、これただね乗るだけじゃなくて、なんかここのオレンジの機械にピッてしないといけないんだって。ほらこれでいいらしいです。これしないと無賃乗車になって大変みたいだから気をつけてください。新タグマの広場に来たんですが、今ねクリスマス前なのでクリスマスのねデコレーションがされてあります。じゃじゃん、はい、このような感じで。で新タグマもね意外とスリとかひったくりが多いみたいで、ああいう感じでね警察がいますね。こっちのポリスメンでございます。皆さんはい、ちょっとここのねなんかバザールって書いてあるスーパーマーケットだったんで、スーパーマーケットちょっと寄ってみたいと思います。はい、お水はね 1.5 リットルが 0.38、0.34、0.27 で売ってます。で普通の500ミリリットルが 0.17 が一番安いかな。はい、ここら辺はね全部カップ麺なんですが、びっくりなんだけどね、ここにね春雨がありますね。100g で 1.2 で売ってます。あとなんかこういうなんかクラムチャウダーが作れちゃうよみたいな素とかも売ってます。 0.79 一律。これは 2.35。 普通のちっちゃい袋麺一番安いやつが 0.69 から売ってますね。ちょっとお高めのカップ麺は 2.19 ユーロ。あれですね、多分ギリシャのお米をバティサイマンみたいな感じで結構、細めのお米っていうような感じですね。ちっちゃいやつ 500g で 0.98 ユーロとか、1ユーロぐらい。1ユーロで安いやつは買えちゃうみたい。 500g。
パスタもいろんな種類がある。本当に目回っちゃうぐらいのいろんな種類があるんですが、一番安いやつでパスタが 500g で 0.55 いろんな種類のパスタが売ってます。一番安いやつで 0.55 ユーロから買えるみたい、500g が。はい、ここら辺はもうシャンプーリンスの結構大きめなものからちっちゃいものまで全部売ってます。値段見てるとちっちゃいやつがね 2.5 ユーロぐらいで買えるイメージです。はい、固形石鹸とかもダブがね1ユーロ、ダブはどこもなんか高いイメージあるけど、3個プラス1ついたやつが 2.42 ユーロ。良さそうな可愛いやつ 0.76 ユーロですね。すごい、ここら辺全部ソース全般あるんですが、ソイソース売ってます。醤油が 150ml で 2.25 ユーロですね。ここ最近の国で一番なんかいろんなもの売ってるかもしれない。生理用品も結構ちゃんと売ってます。ちっちゃめのやつでも 1.34 ユーロ、平均が 2.5 ユーロぐらいな感じがします。ここら辺は全部私が見たことないビールが売ってます。1ユーロぐらいで全部、350ぐらいのやつかなが缶が売ってますね。はい、ハイネケン6本入りが 7.63、 ギリシャ文字が書いてるこのビールが 5.25、 これも 5.25。 多分ギリシャのビールは全部安そうですね。はい、ギリシャは結構ワインが有名だと思うんですが、ワインの量も結構売ってる。なんかロゼとかもいろいろあるんですね。アンバーみたいな色してるものもあります。10ユーロ未満で全部買えちゃうような感じです。はい、今私はね手軽に食べれて安いセットを買いました。 0.27 の 1.5 リットルの水と、0.58 の、パンです。ちょっと固めの。はい、私がね今日泊まるホステルに着きました。じゃじゃん、ここです。セーフティーアテネみたいな名前のところです。今回ここね女性ドミトリー、2100円で予約してるんでね、チェックインしてきます。はい、今ねお部屋着いたんですが、今ちょっとね女性ドミトリー誰もいないんでねパパッと紹介しちゃいます。はい、こういう感じで 6個のね2段ベッドがあるっていうような感じです。でエアコンもあるんですね。結構あったかい。で大きなねドアがあります。でね、ここの人たちね南京錠を使ってるんですが、これねなんか5ユーロで買えるみたいなんだけど、私南京錠を持ってるから自分のやつを使います。で、バスルームがこんな感じで、はい、シャワー取れる式です。上から降ってくる式じゃなくてね、ティッシュあって、はい、便座も綺麗で、誰かの靴下がここにあって、誰かのタオルが干してあって、謎にここに椅子があるというような感じでね。で予備で多分シャワールームがもう1個あるっていうような感じだね。はい、ベッドにはこんな感じでね、はい、こういう感じの間接照明ありまして、なんか接触が悪いですが、プラグが2個もあります。はい、ギリシャはこの形。 USB ソケットもありますね、2つ。すごい。ちょっとこの光借りるんですが、お金の紹介しますね。ユーロ。はい、今ある分だけのお金の紹介になってしまうんですが、これが5ユーロです。なんか建物がありますね。裏面こんな感じで橋みたいになってます。でこれが50ユーロです。はい、裏面はこんな感じ。これが表なのかもしれないけど、これが20ユーロですね。はい、こんな感じで、またなんか生協会みたいな感じのピカピカちゃん。なんかすごい可愛いいろんな色があって、あとはもう100とかいろいろあるんだろうけど、ちっちゃいお札が来ちゃったので、今紹介できるお札はこんな感じですね。はい。で、セントかな。これがね、50セントですね。すごいピカピカ。はい、ここに50セントおじいちゃんがいます。はい、こんなピカピカで。で、これが、2ユーロですね。はい、2ユーロ。乗馬の人みたいな感じの絵が描いてある。ちょっとわかりにくいけどね、ピカピカすぎて反射しちゃうんですが。はい、こんな感じのお札の紹介になります。でね、今現在ね、2024年11月の26日、1ユーロが160円でした。それではまた明日。翌々日、はい、皆さんおはようございます。今現在の時刻はね、9時半ですね。アテネにはアクロポリスとか結構有名なね遺跡なんかがあるんですが、あんまり YouTube で紹介されてないようなね市場があるらしくて、そっちにね行ってみようと思います。今現在私はねちょっとした小道にいるんですが、こういう感じでね市内歩いているとたくさん落書きがあります。朝はね人通りも多く、安心して女一人でも歩けるかなっていうような感じです。ほら、こういう感じでいろんなアートがあります。はい、今ね着きました。今現在私がいるのが中央市場っていうね、魚とか肉とか農産物が売ってる、アテネにあるね大きめの中央市場になります。多分ここをまっすぐ行くとね、お魚さんとかが売ってたりとかするんだと思うんですが、ここら辺にもねなんかチーズみたいなナッツみたいなものとかも売ってるんで、ちょっとね外側から見ていこうと思います。アゼルチャイみたいなタイにもあったこういう、はい、喉にいいですよみたいな、ティーが売ってますね。これが1ユーロ。他にもいろんなティーが売ってる。でこういうボトルでよくわかんないものがたくさん、ギリシャ文字なので私は何と書いてあるのかが分かりません。はい、スパイスもこういう感じで小分けになってて、だいたい1ユーロから2ユーロくらいで、いろんなスパイスが売ってるっていうような感じです。はい、スパイス、シナモンだとか、
こういうよくわかんないなんかザクロの実みたいなものがあったりだとか、はい、いろんなものが売ってます。あ、これさトルコにも売ってたのよ。これなんだろうと思ってたらさ、ヘチマらしいね。なんだこれってインスタに載っけたらいろんな方が DM で教えてくれたんですが、体を洗うらしいです、ヘチマで。でここはカシューナッツとかで、17.8 ユーロとかでキログラムあたりなのかな、いろんなカシューナッツが売ってます。こちらひまわりの種っぽい 5.6 ユーロ、くるみが 7.4 ユーロ、はい、これはオリーブですね。すごい、こっちのバザールは全部値段表記がしてあるので分かりやすい。オリーブが 2.6 ユーロで売ってます。おー、値段表記あるのめちゃめちゃありがたい。なんかヨーロッパのバザールは見やすいですね。あ、ここにはお魚がいます。ほら、お魚さん。ここ多分内側入っていくと全部お魚さんがいるんですね。お邪魔します。ギリシャの国旗が、お、すごい。イカさんとなんだ、ちょっとちっちゃなイワシみたいなものが売ってますね。ちょっと大きめのこういうサーモンみたいなものが2ユーロって書いてある。キログラムで2ユーロなのかしら。イカが 5.99 ユーロ、エビ大きいのでも 6.98 ユーロとか。これ全部お魚です。はい。で天井はこのような感じで、なんか三角屋根みたいな感じになってます。これも全部冷凍のお魚ですね。なんか思ってたより安いかも。で全然押し売りもしてこない。買う気配がないんでしょうね。今回はね、スリが怖いので手ぶらで来てるんで、おそらくみんなこいつは買わねえなって分かってるんでしょうね。これは何でしょうか。なんとこんにちは。いや、おー、すごい大きめのお肉が売ってます。これ何のお肉なんでしょうか。こっちの人はね結構ラムを買うみたいなんですが 6.99 ユーロで売ってます。なんか見て、みんな博士みたい。みんな博士みたいな格好してます。あれ、ここって市場だよねって思っちゃうぐらいみんな博士みたいです。ほら、豚の生々しい足が売ってます。何肉でしょうか。ギリシャ文字が全く読めません。 4.99 ユーロ。アテネの中央市場の、お肉の、エリアには博士がたくさんいます。ほら、博士だらけでございます。ここにはほらナッツ、落花生が 5.6 ユーロ、ピーナッツが 5.2 ユーロ、よくわかんない丸いものが 7.2 ユーロ、これはひまわりの種ですがね、14.8 ユーロというような感じでいろんなナッツが売ってます。まあね、はい、こんな感じで、市場の紹介でした。価格はね、一応多分現地価格なんだと思います。ローカル価格なんだと思います。観光客っていうのがあんまりいなくてね、地元民だけでした。で今から行くのはね、ここら辺でウォールアート街があるみたいなんですよ。この道をまっすぐ行くとね、そのウォールアート街が出てくるみたいなんで、そっちに向かっていきます。はい、交通量はまあまあ多いです。このような感じで、はい、バイクもタクシーも車もブンブン走ってます。はい、今歩いてたら出てきたんだけど、こっちがスパイス屋さんで、こっちがなんとね卵屋さんで分かれてるんですね。上にこういう感じでギリシャ文字で多分鶏の卵ですよみたいな感じで書いてあるんだと思うんですが、 0.17 ユーロが一番安くて、一番高いと 0.6 ユーロとかね、 XL サイズの卵とか売ってます。こういう感じでね、卵屋さんとかスパイス屋さんとかそういったものが分かれてるというような感じでね、また新しいところに来てしまったなというような感じです。ヨーロッパってこういう感じで売られてるんでしょうか。下を見るとこういう感じでお米屋さんもありますね。すごい。でここはチーズ屋さんがありました。キロあたり 10.5 ユーロでこのね、白いチーズなんかも売ってますね。面白い面白い面白い。でこういう感じでね、街中歩いてるといろんなところに ATM が出てきます。はい、キャッシングする方はしてください。でちなみにね、私は携帯電話の、通信回線どうやってるかっていうと、ヨーロッパはね SIM カードではなくて eSIM をね基本的に使っていきます。で今現在私が使っているのはエアローっていうね eSIM の会社のヨーロッパ全域で使えるね eSIM を使ってます。ヨーロッパ、どこのね国境を越えても、回線がね自動的に切り替わるっていうような感じで大変使い勝手がいい SIM カードを今使っています。皆さんもねぜひね eSIM 使うときはね、私の、クーポンコードを使って eSIM エアローを試してみてはどうでしょうかというような案件みたいな動画でした。どこを歩いても落書きがたくさんあります。はいはい、今歩いてたらねストリート街に出てきました。私はウォールアートが大好きなのでこの通り楽しいです。はい、このような感じで、可愛い首がねじ曲がってしまった宇宙人がいたりだとか、
こういう感じでポップなアートがありまして、こっちにはね、ギターなんでしょうか、よくわからない見たことない楽器を、握っているメガネのおじさんと、ポッパラポッパラピッピッピッとなんかを吹いているおじさんと、私の大好きなワンちゃんの、ウォールアートがあります。ワンちゃんキングというような感じで、はい、こちらにもなんかこのような、女性が4人掛け分身しているようなものがありました。はい、こっち側も全部道路側はね、シャッターアートがたくさんあります。なんて書いてあるのかよく分かりませんが、おそらくギリシャ文字なのかなみたいな、ペイントが施されていて、とても可愛いです。はい、はい、皆さん、私ここのアートめちゃめちゃ好きです。すごい足が長いことを願ったら、こんな感じに朝起きたらなってないでしょうかねっていうような絵です。はい、今そっちから歩いてきたんですが、ちょっと逆光になっちゃうからね、こっちから映してるんですが、すごいこんな感じで可愛いね、おしゃれなアートがあります。これを汚いと捉えるかおしゃれと捉えるかは多分人の感性によって変わってくると思うのですが、とても可愛く思います。上までこのような感じでよくわからない言語の文字がたくさんあるというような感じ。じゃじゃーんと上に行くと、私の知っているような知らないようなおじさんが出てきました。いろんなアートが、施されております。ここら辺は人通りがないから、多分夜とかに来たらちょっと危ないかもなーみたいな感じですが、なんかアジトのようなギャングが出てきそうなところがありましたよ。みんなここにはなんか大きめのパラソルがあるので、もしかしたらご飯屋さんになるのかもしれんなというような感じで。はいはい、ちょっとね光がすごいんだけど、今ちょっとね有名な通りに来ました。多分夜になると、いい感じでね飲み屋街みたいな感じになるんだと思うんですが、ここの周辺の上にもこういう感じでウォールアートがあります。今でもなんかカフェみたいなねレストランみたいなところはちょいちょい開いてるんですけど、こっちの通り歩いてねとても有名な、広場の方に向かいたいと思います。はいはい、今私が来たのはねとっても有名で、いろんな意味で有名なんですよ。ここスリが多いっていうので有名らしいんですね。はい、こういう感じでよくわからん塔があって、あれは鐘楼なんでしょうかね。金が金庫観光なるんでしょうが、はい、こういう感じで、よくわからん広場がありました。ここはなんかすごい有名な広場らしい。周りにはこういう感じで飲食店があります。ハトちゃんもたくさんいます。ツーリストっぽい人がバイシクルに乗って、います。ここは eSIM の契約があります。ほら、こっちはボーダフォンとかいろんなものがあります。はい、そう私はスリ対策でね、こういった紐をつけてるというのもあるんですが、これ、結構ね逆に危なかったりするんだよね。持ってかれた時に首ごと持ってかれちゃって引きずられてピヨーンみたいななったりもするので危ないんですが、私はねここに胸ポケットが1個2個ってついてるんですね。結構大容量の。ここに入れとけばさすがにね胸ポケットに手を突っ込んでくるみたいなことはないと思うので大丈夫だと思うんですよ。はい、これは何でしょうか。果物屋さんですね。リンゴが 1.49 ユーロ、ブドウが21ユーロというような感じで売ってます。シミットみたいなものが売ってますよ。ほら、シュガーがついたものが 1.5 ユーロ、大きめのものが2ユーロっていう感じで、はい、売ってますね。これ多分あれだね、トルコにも売ってたシミットみたいなものだと思います。なんか美味しそうなシミット 0.7 ユーロで1個も買います。はいはい、今ね 0.7 ユーロでね1個シミットを買いました。トルコのシミットよりかはちょっとね大きめのシミットって感じですね。ちょっといただいてみます。お腹空いてないんだけどな。普通のごまパンです。ごまパンシミットと味は変わりません。皆さんの想像する味の通りです。小麦にごまをまぶしてベイク焼いたごまパンでした。こういう広場でねああいう感じで買えるので、ね、買ってみてください。観光客っぽい人がねこうやってあれやってシミットを買ってますので、私は今スリの多いところで、GoPro を回しながら、シミットを食べているというような感じです。はい、こういう感じで可愛らしいハートちゃんが来ました。ポッポロ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 、ほら来ました。私のシミットを狙っています。はい、私のシミットを狙って、はい、こいつはもうくれねえなと分かったので、離れたというような感じでしょうか。はい、パタ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 、ほら白いハトちゃんもいますよ。皆さんここがね、モナストラキスクエア、モナストラキ広場っていうね有名な広場でした。あそこにもなんか売ってるので一応見てみます。多分オリーブとか、果物、ナッツ系が売ってるんだと思うんですが、栗です。栗 3.99、5.99、よく際どい数字で、はい、99攻めでございます。はい、くるみが 3.99 ユーロ、大きめのリンゴが 1.69 ユーロ、柿ちゃんが 0.99 ユーロっていうような感じで、オレンジも同様、卵は 1.49 ユーロ。おじちゃんのお店でした。
はい、今向こうがモナストラキ広場だったんですが、お土産通りがありますね。見てるとトルコよりかはやっぱりちょっとお高めって感じ。あ、これあれですね、私がちっちゃい頃に弟と一緒に遊んで大きいね石みたいなのを飛ばしたパチンコですね。私サッカー大好きなんですが、はい、ギリシャのサッカーチームの、レプリカが売ってるようなね、お店がありました。はい、はい、ここから見えるのはおそらくパルテノン神殿かなと思います。はい、皆さんもギリシャの脇道を観光している気分になってみてください。これはギリシャの楽器屋さんっぽいですね。はい、皆さん大変です。アテネの治安が荒れてます。アテネ、逃げるアテネ危険です。皆さんほらピヨピヨ鳴ってます。煽り動画に使えます。で、昨日もちょっとちらっと見たんですが、ミトロポレオース大聖堂っていうね、綺麗な大聖堂になります。じゃじゃーん、ここがね有名なミトロポレオース大聖堂と言われていて、1872年にね完成して最も美しいって言われてるねギリシャ正教会になります。はい、建築様式はね新古典主義建築っていう、様式みたいな書いてあるけど、はい、はい、近くに来るとこのような感じ、綺麗です。はい、それでは大聖堂の中入ってみますが、うるさくできないので、消音ボイスでお楽しみください。はい、皆様に続いて入ってみます。結構明るめです。はい、綺麗、上が綺麗、めっちゃ。こんな感じでした。すごい光ってる。顔がすごいマシュマロみたいになってますが、はい、このような感じでした。はい、綺麗な大聖堂でしたね。ここが、有名なねミトロポレオース、ギリシャ正教会でした。ここはね結構中心地でアクセスしやすいところにあるので、ぜひ来てみてください。で、床がねこういう感じでおそらく大理石になってます。こういう感じで、このライオンさんもおそらく大理石なんでしょうね。お、はい、乗りましょう。はい、ちょうど乗りました。皆さんなってます。皆さん、はいはいはいという感じで、はい、はいはい、今ね歩いてたらねまた新しいところに来ました。はい、今ここの柵がありまして、向こうにツアー観光客がたくさんいてね、なんか柵の中を見てたのよ。で、何があるんだろうと思って見てみたら、ここがねハドリアヌスの図書館というところでした。はい、ここ多分ね共通チケットっていうアクロポリスとかアテネのね遺跡群を回れる共通チケットがおそらく30ユーロで購入できると思うので、共通チケットがあればここのねハドリアヌスの図書館にも入場可能という感じなんですが、ここだけの入場料は多分6ユーロだった気がします。はい、そうそう、私ねここハドリアヌスの図書館っていうじゃないですか。ハドリアヌス、どっかで聞いたことありませんか皆さん。私トルコのアンタルヤでハドリアヌス帝の門に行ったんだよね。ローマ帝国時代ハドリアヌスが初めてトルコに来た時にアンタルヤのくぐった門があるのよ、初めて。そこがねハドリアヌスの門っていう感じで今も観光スポットになっているようなところがあったんですが、そこに行ったんだよね、トルコで。それの以来のハドリアヌスさんでございます。132年のローマ皇帝ハドリアヌスによってアテネに建設された古代の図書館になってます。はい、このような感じで下には瓦礫みたいなものがあるんですが、建物内部にはね読書室とか講堂があったみたいなんですね。で、267年にヘルール族の侵攻が原因で破壊されてしまったんですが、412年に修復されて、その後にねキリスト教聖堂が建設されたみたいです。で、外からでもこうやってねちゃんとまじまじ見れてしまうので、別にわざわざ入ってまで観光する必要はないかなって個人的には思いました。で、ここなんだけど、ここね皆さんテルマエ・ロマエっていう映画知ってますか？阿部寛が主演のお風呂の王様みたいな感じのやつがあるんですが、その阿部寛のその役の人が初めて仕えた皇帝がハドリアヌスなんだよね。で、このねハドリアヌスの図書館っていうお風呂が出てくるみたいなんですよ。お風呂、私しっかり見たことがあんまりないんですが、ハドリアヌスのねここの図書館の中には実際お風呂があったみたいです。はい、はい、中を見えるとこういう感じで、おそらくあれが図書館だったのかな。はい、とこんな感じでした。
あそこの柵のところが今ツアー観光客がぞろぞろと向かっていってるところがハドリアヌス邸のね図書館なんですが、ここをぐるーっと来まして、はい、ここです。ここがねローマンアゴラっていうねところになりまして、紀元前1世紀末に皇帝アウグストゥスの下で建設された、ところになるんですね。ここはね古代ローマ時代に行政とか商業の中心地として機能していたみたいです。でここの規模なんだけど、広場はね82メートル ×69 メートルの長方形になってるみたいです。でイオニア式の中楼が組まれているって書かれてるんですが、はい、おそらくあれがはい中楼だと思います。これ以上前には行けないのですが、あれがイオニア式の中楼だと思います。はい、今歩いてたらね、ギリシャ初猫でございます。おはようございます。アテネキャットです。かわいい。なかなかこっちを見てくれません皆さん。かわいい。アテネキャットです。はい、目の前がね今電車が通ってた線路になるんですが、ちょっと逆光になっちゃうんだけど、ここがね古代アゴラっていうところになります。アテネのアゴラとも呼ばれているみたいなんですが、ここはねかつてアテネのその市民が集まって議論とか文化活動を行ってた場所とされています。ここにね有名なヘファイストス神殿だったかなっていうところがあったりだとか、あとはねアタロスの中楼っていう有名な場所なんかもこの中に含まれてるみたいです。今回はね私そこまでめっちゃ興味があるというわけではないので行かないのですが、さらっと歴史をね説明すると、アテネの古代アゴラ、ここはですね、古代ギリシャにおける政治宗教文化の中心であったと。で、紀元前8世紀頃から存在し、市民の集会や、商取引が行われる重要な公共空間であったとされています。もう全部なんだろう、さらっと外から見えてしまう。で本当に興味があるところは中まで入ってじっくり、間近で観察してみるっていうのがいいと思うんですが、私そこまでここら辺はあんまりめちゃめちゃ興味があります、見たいですっていうわけではないので、はい、見ないですが、はい、ここのね、古代アゴラ、一応ね値段確認しますと10ユーロでしたね。はい、で共通チケット30ユーロの共通チケットでも入れますよというふうに書いてあります。フェバイスト神殿とかね、アタロスの中楼だとか、そういったのに興味がある方はねぜひ行ってみてください。はい、ちょっと一旦ね古代アゴラから外れてまたスクエアのところに来たんですが、ちょっとね一回編集しないといけないので一旦、ホステル戻ります。はい、それではまた。はいはい、今ね14時ぐらいになるんですが、今私はねどこに向かってるかと言いますと、有名な宮殿に向かっています。この建物の裏にはねパルテノン神殿があるはずです。はいはい、今ねチケットオフィスでチケット買いました。ここのねチケット、1人観光客は10ユーロみたいです。夏はね結構高くて20ユーロみたいなんですけど、11月から3月の期間は10ユーロに、ね、なるみたいで、今はちょうどその時期なんでね10ユーロで購入できました。クレジットカードでも現金でも支払うことはできました。とりあえずこれでねアクロポリス群を観光していきたいと思います。そうで今私が行くねアクロポリス群っていうのは、その中にパルテノン神殿とかが入っているんですが、アクロポリス群はね紀元前5世紀に建てられた寺院の遺跡群みたいな感じらしいです。昨日ちょっとお勉強したので、メモを読みながら皆さんに、紹介していきたいと思います。はい、ここがねゲートの前にあるアクロポリス群ですよっていうアピールになります。はい、多分これをねピーってやってもらって入れるんだと思います。いや Thank you。 これで通ればいいんですね。はい、入賞しました。やった。さて私はねパルテノン神殿を見るためにアテネに来たと言っても過言ではないです。はい今ね有名な1箇所目に来ました。はい、じゃじゃん。ここがねイドロアティコス音楽堂っていうところですね。今現在もね一応イベントとかで使われてるみたいなんですが、ここはね161年に建設されたところみたいで、ローマ様式の屋外音楽堂になってるみたいです。で最大収容人数が5000人、このね段はね32段の大理石になってるみたいです。で267年にゲルマン人によって破壊されてしまったんですが、1950年代に再建されて現在このような形になっているというような感じになります。すごい、ここからの眺めもめちゃめちゃいい。この木は松ぼっくりの木です。はい、ほらこっち側にはいろんなフォトグラファーがたくさんいます。はい、
すごい今来ましたが、観光客がたくさんというような感じでしょうか。すごい。これが紀元前5世紀にできた、遺跡群みたいです。すごいすごい。おそらくこの段差は大理石です。つるつる滑りそうな感じ。サンダルとかできちゃうとすってんころりんちょ頭いててってなりそうなので注意してください。ちなみにこの柱も大理石っぽくなってます。高い。皆さん、これが多分パルテノン神殿です。多分修復工事中なんですが、すごい迫力。人々がこんなちっちゃく見えます。昔々5世紀にできたとは思えないほどめちゃめちゃ綺麗。この大理石はペンテリアン大理石っていうらしいです。で、単片8本、長片が17本の長方形型になっているというような感じで、すごい。神殿は紀元前447年から438年に建てられたそうですよ。1987年にオスマン帝国の火薬庫として使用されていたベネチア軍の攻撃で爆発して大きな損傷を受けてしまったから、このような感じで多分修復工事をしてるんですね。これがパルテノン神殿です。皆さん、でかすぎ。すごい、みんな写真撮ってる。ここですごい。で、こっからの眺めもすごい。もう大して別にめっちゃ登ったとかっていうわけじゃないんですけど、すごい眺めで、向こうが今ねくぐってきたアクロポリスの遺跡。なんかすごいシンプルな柱。ほら、シンプルです。パルテノン。すごすぎ。何これ、すごい。これが、なんたら大理石っていうやつですね。なんたら大理石で、奥から数えると1234567891011121314151617本ちゃんとあります。そこの端っこには何かの人の彫刻がされてます。ネットで見ましたが、有名な建築家彫刻家の作品みたいな感じで書いてあった気がする。めちゃめちゃ綺麗だ。さっきそういえばなんかこれから先に行ってはいけませんよみたいなところを通り越した男性がおばちゃまにピー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 と笛で吹かれてなんか怒られているのを見て、私はクスクス笑ってました。で、こっから見た建物すごい綺麗。あれ何なんだろう。あれすごい気になる。丘の上に山というかなんか建物があるんですが、あれ何なんですかね。来ちゃったよ。ここからの景色をみんな見てたんですね。皆さん見てください。いい感じになびいてます。いい感じになびいてます。なびいたー。いい感じになびきました。皆さん、このショットを撮っているのは私だけのはずです。皆さん自分の自撮りと他撮りで精一杯なので、今のベストショットを撮っていたのは私だけになります。いやー、すごい。マジで綺麗。それではまたね。パルテノン神殿ありがとうございました。今歩いてたらね、デュオニューソスのシアター書いてあったので、今の標識に従ってちょっと行ってみます。今ねデュオニューソスに着きました。ここがデュオニューソス劇場というところみたいです。なんか見た感じ瓦礫っぽいけど、ささっと見て終わっちゃう感じになると思うけど、行ってみようと思います。ここが古代ギリシャ演劇の発祥地みたいです。古いのが分かりますね。古いです。本当に古い。瓦礫といっても過言ではないかもしれない。ここにもなんかいろいろ書いてあるのですが、紀元前6世紀に設立され、最大1万7000人を収容できるらしいです。今もなんか大理石っぽい感じになってるけど、当時は木造だったみたいです。1万7000人ってなったら武道館超えましたね。
で多分トルコのパムッカレで見た古代劇場が1万5,000人だったので、そこよりもさらに多くの人を収容できるというような感じになりますね。あらららら、すごい。で著名な劇作家が作品をここで発表していたような感じです。こんな感じだったんですね。今もうここら辺までしか多分残ってないんだろうけど、さらに上までほらこんな感じでした。ここがディオニューソス劇場でした。はい、皆さんこれ見て終了でございます。もうアクロポリス群ね見たいところ見れたので、私はなんだこれ OK です。はい、帰りのね細道が不気味です。皆さん一応ギリシャです。このような感じでなんだか少し不気味な感じのする通りを今通っています。ここは何でしょうか、よくわかりません。あ、でも人がいて安心しました。はい、こっちに人がいました。おお、これは夜に通ったら怖いなというような感じの、はい、道ですね。あ、よかったよかった。お、ちゃんとした道に出ました。ここから多分おそらく3、40分歩いてホステル方面に着くと思います。はいはい、今ねちょうどね、向こうのね、はい、ここからでも、肉眼で見えるんですが、頂上にあるパルテノン神殿から、ぐるーっと30分ぐらいのろのろ歩いてこちらまで戻ってきたという感じです。で今からね、こちらのモナスラキー広場通ってちょっとギリシャ料理かなんか食べたいなと思います。今回まだね何も食べてないからね。こういう感じでほらおじちゃんたちなんか歌ってます。あ、すごい人。午前中よりもすごい人になってる。はい、午前中よりもすりだらけでございます。皆さん気をつけてください。気を抜かずとりあえずねちょっとお腹空いたんでご飯食べに行きます。はいはい、今ねスリを、かわしながら着きました。たどり着いたのがここです。はい、ピタってジャストピタっていうお店ですね。あんまりがっつりしたものは食べたくないから、こういうシャシリクみたいなものだけ食べたいんですが、ちょっとねいろいろメニュー見て決めます。はいはい、今ね届きました。じゃじゃん、これすごいボリュームで今びっくりしたんだけど、これがねチキンなんたらっていうチキンのピタパンと、あとなんかポテトとかマヨネーズがなんかが入ってるやつ、これがね 6.9 ユーロでした。でスモールのねドラフトビールをいただいたんですが、これが1個で 3.5 ユーロでした。結構ローカル価格みたい。私にとってはちょっと高いけどね。でちょっとね食べていきたいと思います。とりあえずビール乾杯。いただきます。うまい。なんかヨーロッパの人たちって意外とカメラとかなんか回してやがるとかって思うのかなと思ってたけど、みんなマジで見向きもしないです。変な目で見られるとかっていうのはあんまない。目の前のおじさんが今変な目で見てるけど、マヨネーズがもりもり。あ、チキンありました。チキンいただきます。ボリュームやばいけど美味しい。アテネは治安悪いから気をつけてっていう感じでフォロワーさんにもみんなに言っていただいたんですが、3ぐらいかな、気をつけないといけないの。あと地下鉄、私まだ地下鉄に乗る機会がなくて乗ってないから、地下鉄はい、ちょっと後日の動画なんですが、電車に乗るときはこのようなね90分券とかを購入して、購入するのはこの機械でもね英語表記で購入できますし、クレカ払いもできます。でわからない場合はですね、このような感じで窓口がある駅では窓口で観光客の方は購入した方が安全かもしれないです。たまに機械だとねお釣りが出てこないみたいなことがあるみたいなんで、そういったね心配が窓口だとないので、窓口があるところでは窓口でチケットを購入するのがいいかなと思います。はい、電車はこのような感じで改札があって、これをタッチして改札通ってから、電車に乗るっていうような感じです。降りる時もこのカードをタッチして降りるっていうような感じです。改札通って、
Non, se oferece vida da pessoa. Bom pasta. E ギリシャアテネ、夜のね映像とかもねちょっと流したいと思うんですが、はいこんな感じです。はいはい、後日のね映像になるんですが、今現在私はねオモニアというところにいます。ここのオモニアっていうのがアテネで一番危険だとされているところです。まあ、日中はまだ女性一人でも歩けるかなっていうような感じです。はい、一応ねここがねオモニアの広場になるんですが、夜はね女性一人じゃ絶対歩いちゃいけないよっていう風に言われました。現地の方でもねオモニアが一番危険ってやっぱ言いますね。はい、オモニア周辺のね様子はこのような感じで、まあ至る所にいろんな落書きがあるかなっていうような感じです。はい、これはすごい多分歴史ある公衆電話って感じですね。すごいオールドタイプ。ほらもうコードなんてないもん。ほらコードないっす。どうやって電話するんでしょうねっていう感じ。ここら辺なんかはすごいですね、落書きの数。いかつい、落書きが、はい、上にも下にもあります。はい、ちょっと怖め。向こうにも。はい、なんかね今歩いてたら出てきました。頭に船を乗っけたお姉さんです。おしゃれなんでしょうかね、あれは。よくわからないオモニアです。はい、ここがね夜21時のオモニア広場です。一応ここが一番危険なエリアの夜です。はい、レストランもまあまあ21時だと開いてます。はい、売店もあります。今もしかしたらクリスマスのデコレーションとかがいろいろね、イルミネーションとかで結構明るくなってるので犯罪とかが減ってるかもしれない。ほらこういうところも全部イルミネーションですごいですから。はい、オモニア広場今は治安保たれているような気がします。今日もね日中に多くの警備部隊を見たので、そういった人たちによってねもしかしたら治安が保たれつつあるのかもしれないです。結構多く見かけますが、こういう感じでね賭けごとのお店が結構多い気がします。なんかちっちゃいカジノみたいなものらしいです。はい、私はシュレクが何よりも怖いです。いろいろスリとかいろいろ恐れてきましたが、あれほど怖いのはアテネに来て初めて見ました。はい、今流したのがね、アテネのねちょっと危険と言われている夜の動画でした。私はそこまでねめちゃめちゃ危険だなっていう感じはしないんですが、身の回りちゃんと見てて、女一人であんまり遠くに行かないみたいな、そんなことを頭に入れておけば、基本的に大丈夫かなと思います。9割ポテト、ほらね、9割ポテトです。奥に、チキンがちょっと入ってるダンベルです。これでラグビーとかできそう。そんな感じでギリシャのアテネを回ってみるっていう動画でした。この調子で今後もねヨーロッパの国々回っていきたいと思うので、次の動画もぜひね、まだ決まってないんですが多分アルバニアかななんて思うんですが、ぜひ見てください。もしね少しでも、ヨーロッパいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。今回もねここまでご視聴いただきありがとうございました。またね次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。